私はもうすぐ死ぬだろう。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんものゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年47号ワンピース最新話1064話エッグヘッドラボフェーズを考察していきます。この1064話は衝撃が盛りだくさんです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいきなり衝撃の扉へ。なんと青生地は黒ひげ海賊団10人目番王ガと共にプリンをさらっています。先週1046話の2人の影は青生地とラフィットではないかと考えましたが、正解は青生地と番王ガでした。そしてすでに2人は黒ひげの船に乗っていますからホールケーキを出ています。つまり時系列はおそらく少し前の話なのでしょう。青生地はパンカーザードでスモーカーから闇に通じていると言われていましたが、闇の実の黒ひげの船に通じていたようです。ドフラミンゴ曰く青生地は何かを決断した男。文脈的には世界政府と敵対することを決意したのか、それは政府が隠蔽しているホーネグリフを自ら解読するため、そのために黒ひげの船に乗ったのか。そんな黒ひげはルフィのライバルですが、黒ひげの10人目10番船船長がもしも青生地なら、麦わらの一味の10人目はヤマト、冷え冷えの実の効率界青生地と犬犬の実の効率界大口の真上ヤマト、表裏一体が成立。青生地九山の語呂合わせは句と読める9が3つで九山。999は氷のヤマト VS 炎のエース。それは氷の九山 VS マグマの赤犬に通じる。ヤマトはカイドウを抑えるほどの強キャラでしたから、大将青生地とも釣り合いますし、最終決戦において赤犬杯にエースの仇討ちを成し遂げられます。そんなヤマトは仲間にはほぼ認定されたものの、ビビと同じようにワノ国に残留し乗船はしませんでしたが、全国ヤマトファンの皆様、まだ可能性は微粒子レベルで残っています。それでは本編の考察を始めましょう。死を運ぶ死神ドッキューとともにローの前に現れた黒ひげ、グラグラの実を振りかぶります。迎え撃つローは仲間たちを海中へと指示。さらにビッグマム戦での覚醒技リルームを発動。これが1064話の話数の語呂合わせ1つ目、ディメンションでしょう。こちらは先週語呂合わせも予想も合致できました。ディメンションとは空間のことで、この後も空間を表現したシーンが登場します。リルームとは、ルームが外科室ならリルームは遠隔手術でしょう。小さい異空間から目標の体内へ影響を与えるオペオペの覚醒技、ペガサスとなった馬ストロンガーを切断。しかし血は出ていませんから切断というよりも分離でしょう。聞いていた能力と違う覚醒技かと驚く黒ひげ。白ひげ曰く黒ひげの弱点は過信と軽率。しかし黒ひげは白ひげのグラグラの実を所有。自身の衝撃波グラッシュでハートの海賊団を圧倒。これが1064話の話数の語呂合わせ2つ目、重力視でしょう。6は関音で陸と読みます。重力視とは重力を伝える粒子です。空から落ちる黒ひげとドッキューはリンゴ爆弾を投下。しかし海中のハートの海賊団シャチがとんでもない威力の水鉄砲を放ち、これを操作。潜水艇を持ち北海の生き物の名前を持つハートの海賊団たちの得意戦術はなんと海戦。確かにこれなら海賊団チームとして強い。それはトラファルガーの海戦。トラファルガーの海戦とは1805年スペインのトラファルガー岬で行われた海戦で、ヨーロッパを支配しようという皇帝ナポレオン率いるフランス・スペイン艦隊の進撃をイギリス軍がまさかの勝利を収めた戦いです。これ以降ありえない敗北のことをトラファルガーと呼びます。そうなると先週僕もそしてネット上でも多くの人がローの決定的な敗北を予感していましたが、トラファルガーの海戦のイメージがあるならローは少なくともやはり死なない。黒ひげはナポレオンのような二角帽子をかぶっていますし、そしてナポレオンのように馬に乗って現れています。またローはナポレオンという帽子をかぶっていたビッグマムを倒しています。まだまだ戦いの行方は分かりません。ベポはどうやら見聞色か耳がいいらしく、狙撃手番王側の動きを察知して巨人ジャンバールがローを銃撃から守ります。これが1064話の話数の語呂合わせ3つ目、銃無視でしょう。その隙にローは遠隔から剣そのものを手術室ルームにしてまとわせる覚醒技クロームを発動。黒ひげに剣をぶっ刺してショックビレで体内を破壊します。これが1064話の話数の語呂合わせ4つ目、入れるよ
入れるよでしょう。ビッグマムにダメージを与えたこの技に、さすがの黒ひげも苦戦。バンオーガーがたまらずワープで助けて、何も考えずに突っ込むから、船に戻りますかと、いつものように黒ひげに逃げるのかどうか尋ねると、黒ひげは、突進あるのみ。と、今回はやられても逃げない。突進。突進といえば牛です。こちらの動画では、黒ひげの正体は牛の実、原獣種、ベヒモスだと考えました。ベヒモスとは牛であり、カバであり、ゾウとも言われる獣の集合体ですが、どうなんでしょうか。ここでローは、黒ひげ海賊団は全員能力者なら、海が弱点だと指摘しています。ローの隠し名は、ワーテル。ワーテルの語源は、ワラ、水です。このシーンは、例によって、1064話は64話につなげているでしょう。64話でもクリークは、ルフィを金槌小僧と呼んでいました。そんな黒ひげ海賊団の船を襲う海に強いハートの海賊団。その船の中にはなんと、三つ目族、プリンが牢屋の中に。黒ひげ海賊団の下っ端がプリンを煽ると、プリンは、ママが生きてたら、そんな口は聞けなくなるわ。と、ビッグマムの生存を信じているようです。これが1064話の和数の語呂合わせ5つ目。トリス。トリスでしょう。トリスとは3倍や30を表す言葉です。ビッグマムは生きているのか、ゼウスが生きている以上、ビッグマムはおそらく生きているでしょう。ただし、以前考えたように、ワノ国で再び記憶喪失になっていそうです。また、コビーはどこでしょうか。海賊島蜂の巣でシリュウに監禁されていそうです。そしてここでローは覚醒技で黒ひげを攻めますが、黒ひげはグラグラから闇闇に移行して黒渦を発動。悪魔の実の攻撃を無効化します。クローム VS 黒渦。ワーテル、水 VS 黒渦。水のトラファルガーの回戦。ウィナーはどちらなのか。すでに覚醒技を出し切ったローと闇闇を温存していた黒ひげでは、やはり黒ひげの勝利のような気がします。エース戦でも黒ひげは最初にやられてから勝利しました。また、この戦いはもしかすると16世紀からあるトランプゲーム、ハーツのルールで進んでいるかもしれません。数年前から僕は、ワンピースは日本のトランプゲーム、大富豪や5人間などカードゲームのルールで動いていると考察してきました。例えば、1年前、こちらで解説しましたが、黒ひげ VS エースの戦いは、ブラックジャックのイメージを持っているでしょう。そして今回の黒ひげ海賊団 VS ハートの海賊団は、ハーツのイメージがあるかもしれません。ハーツとは別名、ブラックレディやリバーシスともいい、ハートのカードをできるだけ集めてはいけないカードゲームです。そんなハーツのルールでは、ゲームの開始時点では、ハートのカードは出せません。スペードのクイーンが場に出てから出せます。つまり戦いの始めはハートの海賊団たちは攻撃できない。1063話でもローたちは防戦一方でした。そして1063話の最後には毒球が場に現れています。この毒球がスペードのクイーンのイメージでしょうか。スペードの数とは死を表すそうです。スペードのクイーン、死神毒球が場に現れたことでやっとハートのカードは使えます。つまりこの1064話でハートの海賊団たちは攻撃可能となりました。このようにもしもハーツのルールで動いているなら、ハーツのルールではハートのカードを取りすぎるとマイナス得点となって負けてしまいますから、黒ひげはハートの海賊団たちを倒しすぎると負けるかもしれません。一方でローは相手の心臓を取ってはいけません。マイナスポイントだからです。また、ハートの海賊団たちはスペードのクイーン、毒球を倒してもいけません。ハーツではスペードのクイーンのカードを取ってしまうとマイナス13点となってしまうからです。つまりこの戦いにハーツのイメージを重ねているかどうかは、ハート、心臓を取るか取らないか、死神毒球、スペードのクイーンを倒すか倒さないか、それらの描写でモチーフがわかるかもしれません。今後の戦いの流れに注目です。そんな世紀の一戦をでんでん虫で知る海軍の赤犬、青生地が登場した1064話に赤犬も登場しました。これが1064話の和数の語呂合わせ6つ目。でんでん虫。でんでん虫でしょう。この二人もバンカーザードでかつて世紀の一戦を行いましたから、バンカーザード先取り説が今回も成立しています。場面は変わってエクエット。クマポリスに追われたルフィたちはなんと、クマポリスから逃げるためにボニーの能力でルフィとチョッパーは老人に、ボニーとジンベエは子供に変化。ルフィはある方向の世界の70歳のヨボヨボジジイになっています。これは先週紹介したように、1年前に Twitter で考えた SBS 先取り説。SBS では何かあった未来として、ルフィが老人になっていました。エクエットは未来国です。となると、やはり先週考えた SBS 先取り説。麦わらの一味の誰かが悪魔の実を今後やはり食べそうです。それは誰でしょうか。ワノ国で強化イベントがなかったフランキーとウソップがかなり怪しいです。
特にウソップはアラバスタで悪魔の実を食べた銃、拳銃ラッスーと戦っています。こことリンクするなら、狙撃手、ウソップはエッグヘッドで悪魔の実を食べた武器を手に入れるかもしれません。そしてボニーが熊の娘だと知ったジンベエは、暴君熊と呼ばれていたソルベ王国時代を語ります。暴君熊は終身刑になったが、身体改造とクローン開発を条件に七部会として出所したと言います。しかしボニーは、父は暴君じゃなかったとも言います。これが1064話の話数の語呂合わせ7つ目、トゥルース。トゥルースでしょう。トゥルースとは真実や真理という意味です。なぜ熊は一般的には暴君と呼ばれ、自称娘のボニーには暴君ではないと言われるのか。この構図はドフラミンゴに操られたドレスローザの悲劇の王、陸王のエピソードに似ています。熊はドフラミンゴと一緒に登場していました。そんな熊は世界政府を嫌っていた革命軍ですから、世界政府に濡れ衣を着せられたのでしょうか。そして抵抗しなかったのは娘のボニーが関係している。そんなボニーはビームサーベルを拾います。これが1064話の話数の語呂合わせ8つ目。ビームス。ビームスでしょう。先週の1063話の語呂合わせもビームス。そして1064話もビームスです。3は英語で3のス、4は中国語でスーのス。熊を改造されたボニーは科学と名が付く殺人だと言い、熊は特殊な種族だったと言います。しかし熊の見た目からは特殊な種族には見えません。となると、そんな心をなくした熊を救えるのはチョッパーでしょうか。もしもそうであれば、まだコールされていないチョッパーの5人目がエッグヘッドでコールされるかもしれません。場面は変わってサニー号サイド。サニー号を片手に巨大ロボットが反重力装置で空を飛ぶ。この反重力装置はエッグヘッドの空間限定のものだそうです。これは1064話の語呂合わせ、ディメンションと重力子の2つにかかっているでしょう。そして飛んだ先はベガパンクの研究層。そこは空島を再現した人工空島。そしてやはりベガパンクは天候を操作したいようです。ここでゾロとブルックはサニー号を守るために残ります。それはベガパンクリリースを信用できないから。これが1060話の話数の語呂合わせ9つ目。トラスト。トラストでしょう。トラストとは信頼や信用という意味です。ここでナミ、ロビン、ウソップ、フランキーの4人はベガパンクの研究所に入る前に更衣室トランコスで着替えます。これは1060話の話数の語呂合わせイメージ。トランコス。トランコスとは何でしょうか。トランスコスチュームの略、造語でしょうか。そして着替えたナミさんはほぼパンツ丸出し。変態です。やはり新しい島には新しいセクシーな服ですね。そんなナミたちを研究所で待っているのはベガパンクの一人、パンクワンシャカ。シャカは天才ゆえに自分の未来も見える。私はもうすぐ死ぬだろう。と、なんと革命軍ドラゴンと通話中。そしてその姿はまるでダフトパンク。ベガパンクのダフトパンク。そして僕のツイッターアカウントはユデロン1。シャカはパンク1。そんなシャカはドラゴンにシャレになってないぞと言われています。シャレになっていないとは聞き流すことができないこと。そして笑えない冗談。この2つの意味があり、僕はいつも話数の語呂合わせのダジャレを考察に使っています。そしてシャカは死ぬかもしれないという。つまり僕のチャンネルはもうすぐ死ぬかもしれない。バンされてしまう。うわー。はい。茶番はこの辺でいいでしょう。なぜシャカがダフトパンク風なのか。これはディズニー映画トロンの影響でしょう。トロンには1982年と2010年のトロンレガシーがありますが、トロンレガシーの音楽担当がダフトパンクです。また、ルフィが着替えた衣装もトロンの衣装に似ています。
そしてこのエッグヘッド編は1060話から始まっています。つまりエッグヘッド編はトロン、僕ゆで論。そんなトロンの簡単なあらすじは、理想の仮想世界を作ろうとした男が自分の分身に反逆されて現実世界に戻ってこれなくなる話です。この仮想世界というキーワードはエッグヘッドに通じるものであり、理想の仮想世界といえば歌でしょう。歌は歌のみで理想の仮想世界を作ろうとしていました。だからリリスとアトラスはあえて歌に似せて描いているのでしょう。すると前回突然現れた研究員たちはホログラムなのか、むしろ6人の猫、サテライトたちすらも本当は存在していないのか、いるのか。また、ダフトパンクは2人組です。釈迦のモチーフはギ・マニエルでしょう。となると、もう一人のダフトパンク、バンガルテルも登場するのでしょうか。話を本編に戻しましょう。釈迦と話す革命軍ドラゴン。それは先週1064話は革命軍の話になると予想して的中できました。となると革命軍クマを改造したのはベガパンクですから、ベガパンクもまた革命軍の関係者でしょうか。僕は過去にベガパンクはシーザー以上のクソ野郎だと考えました。それは科学のためにクマや囚人、カイドウやキングに人体実験を行い、改造人間兵器を作り、平和主義者、パシフィスタやセラフィム、天使などというネーミングをつけるセンスがゲスなやつだと考えたからです。しかし、革命軍の関係者ならベガパンクはいいやつなのか、もしもいいやつならベガパンクさんには謝罪します。とにかくベガパンクは死が近いと言います。それは年齢的に死が近いのか、だから6人の分身を生み出したのか、それとも世界政府が追っているから死が近いのか。これが1064話の話数の語呂合わせ10個目。テロス。テロスでしょう。テロスとはギリシャ神話の哲学用語で、肉体の死に向き合った哲学者たちが良き人生を全うする道を模索することです。要は現代日本でいう就活のことをテロスと言います。そんな釈迦は正しいと書いて釈迦。釈迦とは釈迦。悟りに目覚めた人か。ベガパンク釈迦は天才ゆえに未来が見えると言います。しかし、ワンピースのパターンでは逆でしょう。釈迦はおそらく正しくはない。天才といえど未来など容易には見えない。それは1064話のルフィが提示しています。ヨボヨボな70歳ルフィはある方向の未来のルフィです。例えば68歳のビッグマムは覇気に満ちていました。本来の未来のルフィなら70歳でも元気いっぱいでしょう。そう、ここで提示されているのは未来は一つじゃない。釈迦よ、よく聞け。お前は正しくはない。間違っている。ベガパンク生存の未来も存在しているはずです。以上です。続いてはいつものように次号1065話の展開を語呂合わせや過去のつながりから考えていきましょう。1065話話数の語呂合わせ予想一つ目はトリガー。トリガーというのはどうでしょうか。トリガーとは引き金やあることを引き起こす原因という意味です。つまり1065話では大事件の引き金となるエピソードが登場するのか。1065話は例によって65話と165話につなげるでしょう。65話は覚悟、生きるための装備か、死を恐れぬ信念か。黒ひげ VS ロボの戦いで決定的な一撃が決まりそうです。一方165話では湯葉の水が登場。165話でルフィがトトおじさんから水をいただいたなら、1065話で黒ひげがワーテル自ら勝利をいただく。そしてもしもローが負けるならトリガー引き金ですから、負けるには何か原因がありそうです。それは黒ひげの偉業、体に秘密があったからか。1065の話数の語呂合わせ予想2つ目は取り込む。取り込むというのはどうでしょうか。黒ひげがローの悪魔の実オペオペの実を取り込もうとするのか。一方でローは黒ひげの心臓を狙うのか。1065の話数の語呂合わせ予想3つ目は手は無効。手は無効というのはどうでしょうか。黒ひげの能力闇闇の実による悪魔の実の無効が描かれそうです。1065の話数の語呂合わせ予想4つ目は人の無効。人の無効というのはどうでしょうか。黒ひげは225話人の夢で人をしのぐってのも楽じゃねえと発言していました。人知を超えた黒ひげの能力が描かれ、さらに黒ひげの人の夢も語られるかもしれません。そして一方でベガパンクもまた人知を超えた存在であり、165話ではバロックワークス6人とクロコダイル合計7人が集結しユートピア計画を練っていましたから、1065話ではベガパンクの猫サテライトが6人集まり、ベガパンクが願う理想的な仮想世界の話
メガバンクの人の夢も語られるかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や到達してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。